Let's get started. こんにちは。星の映像者です。今日はいつもと少し違う動画です。実は最初、意見を語る動画専用のサブチャンネルを作ろうと思っていました。ですが、現実的な運用を考えた結果、それは無理だと判断しました。チャンネルを分けると、撮影、編集、公開管理の運用が2倍になります。今の生活でも結構忙しいため、その結論に至りました。そのため、このチャンネルの中で今後は2種類の動画を混在させようと思います。5分程度の純粋な空撮映像と、変な日本人が意見を語る空撮動画の2種類です。それらはサムネイルやタイトルで判別できるようにします。ということで、今日はその語る空撮シリーズの1回目です。1、なぜ語るのか。私はドローン空撮者です。政治家でも学者でもありません。ですが、何年も空から街を見続け、何度も韓国を訪れる中で、日本と比較せざるを得なくなりました。空から街を見ていると、その国の思想や価値観がはっきり見えてきます。今日は空撮者として現場で感じたことをできるだけ正直にお話しします。今日のテーマは、これでいいのか日本、韓国と日本のインバウンド戦略の違いです。2、韓国で毎回感じる違和感。私は韓国で空撮をするたびにいつも同じことを感じます。韓国は都市全体がきちんと設計されているという感覚です。自然、公園、道路、住宅、文化芸術のソフトウェア、ハードウェア設計、観光動線などです。それぞれが有機的につながっている。つまり戦略的な接続性がはっきりと見えるのです。韓国の公共交通は非常に便利。その上、運賃もかなり安いです。そして、私のように海外からの観光客でも使いやすい。一方、日本のバスや鉄道はほぼ営利企業化されています。その結果、料金は高く、運行本数も圧倒的に少ない。儲からない路線は第三セクターに売却する。赤字路線は廃止する。そのせいで人はさらにいなくなり、過疎化が進む。つまり、公共交通という概念を国が放棄しているようです。話を韓国に戻しましょう。韓国の観光地には当たり前のように必ずトイレがあり、ゴミ箱が設置されています。その一方、日本では近年ゴミ箱が撤去され、ゴミは持ち帰るのが当たり前になりました。そのせいで逆に帰り道の道端にゴミを捨てて帰る人も出てきています。だから日本が悪いと言いたいわけではありません。ただ、思想の違いを感じてしまうのです。3、細部に宿る行政の思想。例えば、観光地のロゴ、地域の公認マスコット、統一感のある案内表示、どれも可愛いから作った、流行っているから置いた、そんな軽さではありません。都市ブランディングとして長い活用を狙って一貫して最適化されています。トイレにしても使わせてやっているという雰囲気がありません。観光客は歓迎されている存在だと伝わってきます。これは行政が思想を持って仕事をしているという結果だと私は感じています。もちろん日本のおもてなし文化は世界有数のレベルだと思います。ただ、それは民間の人の性格や国民性であり、国としての対応が高いこととは無関係です。安全な Wi-Fi が少ない、通信費が高い、未だに現金しか受け付けないサービスが多い。そういったことの改善が日本は重要だと思います。地方のバスや鉄道など、決済手段はバラバラで、独自の方式ばかりです。なぜ最初から標準化してシステムコストを節約しないのか理解できません。こういったことこそ行政側が中央で管理するべき戦略です。4、文化や芸術、そして芸能まで経済戦略として扱う韓国。韓国は映画、ドラマ、K-POP を単なる文化ではなく国家戦略として扱っています。
それは花火大会にも現れています。プサンでは花火大会のためにプサンダイヤモンドブリッジを封鎖します。レインボーブリッジ封鎖できませんではないのです。橋の上から花火やレーザーを打ち上げる。危険だからやらないではなく、どうすれば世界が感動するかを考えている。芸術性を高めて観客を喜ばせれば、その SNS 映像は世界に拡散します。そしてさらに新たな観光客を呼び込み、経済を回す。つまり税金を将来のための設備投資として使っている。私にはそう見えます。韓国を含むどこの国でもオーバーツーリズムの問題は起こるでしょう。しかし、そういったことは同時並行で解決すればよいのです。5. 日本を空から見て思うこと。一方、日本はどうでしょうか。施策がどうしてもその場限りに見えてしまう。税金が足りないと言いつつ、不公平な補助金をばらまき、継続しない、つながらない、評価されないといった戦略に思えます。そしてうまくいかないとまたお金が足りないという話になり、増税の話題。最近では子育て支援の財源を健康保険組合経由で徴収する仕組みが始まりました。税金として取ると目立つからでしょうか。子供を持てずに悩んでいる夫婦からも同じように子育て支援金を求める。それは間違っていると私は感じてしまいます。話が脱線しました。しかし、種をまいていない畑に収穫はありません。空から日本を見ていると、将来に向けた種まきがあまり見えないのです。6. 空撮者として見た現実。今日、急にこの話をしたのは、この映像素材を編集しようとしたからです。プサン花火大会の当日の朝の映像です。プサンダイヤモンドブリッジでは、すでに陸側の車線は通行止めになっています。花火大会に向けた準備作業に入っているのです。プサン花火大会は毎年100万人以上が訪れる国際イベントです。8万発を超える花火と音楽、レーザー、光の演出。この橋からも美しい演出が行われます。砂浜には外国人専用席もびっしりと用意されています。最もよく見える場所に外国人用の有料席を設置して観光客に楽しんでもらう戦略です。橋自体も単なる交通インフラではなく、世界に売り出すランドマークとして働いているのです。単に夜景をきれいにするための LED やレーザーではありません。外貨獲得のための戦略的なインフラ投資。K-POP や韓国の映画やドラマが優秀なのもその戦略の一環です。日本の役所ではなかなか実行できない戦略でしょう。7. ドローン規制が示す思想。ドローンでも同じことを感じます。YouTube で韓国人のドローン映像を見てください。規制のきつい日本では、まず不可能な空撮が数多く存在します。しかし違法ではありません。韓国では航空局の承認に加えて軍の承認まで取得した上で飛ばしています。手続きは面倒です。時間もかかります。でもルールを整えた上で韓国のドローンパイロットは活用している。その結果、魅力的な映像は世界に拡散され、大きな宣伝効果を生んでいます。8. 皆さんへの問い。私は韓国をむやみに持ち上げたいわけではありません。日本が嫌いなわけでもありません。むしろ日本が好きだから言っています。空から見て感じている以上、黙っていられなかった。まあ、こういう愚痴のことを老害というのでしょう。しかし、皆さんはここまで聞いてどう思いましたか？それでも日本は大丈夫だ。確かに問題があるかもしれない。今回の比較自体がおかしい。どんな意見でも構いません。9. 終わりに。この動画は答えを出すためのものではありません。考えるための動画です。このチャンネルではこれからも
空撮映像を出していきます。そして時々このような老人の意見を語ります。今後、2つのタイプの動画が当チャンネルに同居することになります。でも私はこういう映像表現をしたかったのです。お酒を飲んで仲間と話すようなコミュニケーションが大好きです。とは言っても韓国語は話せないので、釜山ではいつもスマホを使って会話します。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後に次回のテーマについて投票をお願いします。A、韓国の公共交通はなぜ観光に強いのか。B、本当にあった星野の臨死体験談。どちらが聞きたいかコメントで教えてください。ちなみにサンズの川ってあるんですよ。チャンネル登録をしていただくと私の動画が見つけやすくなります。それではまた次週お会いしましょう。